今日は11月3日、先日アップした紀伊半島八重ツーリングの翌日になります。昨日のツーリングでは残念ながら紅葉には時期が少し早かったみたいで、綺麗な紅葉は見れなかったんですよね。帰ってから SNS で見ると、高野山の山頂はもう色づき始めているようでしたので、今日はそちらに向かおうと思います。そう言ってる間に橋本まで走ってきました。バイパスができてとても便利になりましたよね。橋本高野橋を通って紀の川を越えて対岸まで渡ります。このまま紀の川フルーツラインに入ります。大阪南河内方面からの定番のルートになりますね。やっぱりフルーツラインも路面が濡れちゃってますね。乾いてるかなとちょっと期待してたんですけど、残念です。夜中に弱い雨雲が高野山あたりにかかっているのを見てたから予想通りではあるんですけどね。昼過ぎに走れば多少待ちになったと思うんですけど、今度は交通量が増えてしまうので、どっちを取るかっていう話になってくると思います。ここでこの状況なら高野山は多分ウェット路面なのは確定ですね。ちょっと残念です。仕方ないですね。雨の時しか見れない景色もあるので、気分を入れ替えて楽しんで走っていこうと思います。左の奥の方に高野下の駅があります。昔はここからバスや乗り合いタクシーで高野山まで上がってたみたいです。今現在はケーブルカーが麓の極楽橋駅から高野山上までをつないでいます。やっぱり路面はウェットになってますね。ドライならとても楽しいワインディングなんですけどね。やっぱり大型バイクだと重いですし、パワーも有り余ってるんで、濡れた路面は結構気を使いながら走ります。この右カーブでフロントタイヤが一瞬滑ってしまいました。操作がちょっと雑になってるのかもしれません。梶賀ドライブインを通り過ぎます。ここからが高野山上までの峠道のスタートって感じがしますね。ウェットの時はどうしてもグリップの限界が低いので、安全マージンを多めに取って走っていきます。自分が濡れた道を走るときに気をつけているところは、減速はなるべく直線部分で終わらせるようにしています。そしてコーナリングはなるべく直線的に走行ラインを取ってパーシャルキープで曲がっていっています。縦方向のグリップが限界をちょっと超えても、滑るだけでこけはしないのでなんとかなるんですけどね。横方向のグリップが限界を超えるとオーバーランしてしまったり転倒したり、歩道では普通に危ないので気をつけています。横方向を滑らせて楽しむのはサーキットかオフロードコースで安全にやりたいところですね。高野山上の手前まで来ると路肩の木々が紅葉しているのがちらほら見え始めました。朝もやがかかっている感じもとても幻想的でいい感じですよね。気温も少し下がってきたように思います。やっぱり交通量の少ない早朝はいいですね。静かで落ち着きます。若い頃はよく朝掛けでごま段差まで一気に登ってましたけど、今はのんびり走っていく方が合ってますね。まもなく高野山上金剛無寺の時代町に入ります。金剛無寺、町の入り口の大門です。とても立派な山門ですよね。迫力満点です。ここから町の一番奥の奥の院までが金剛無寺のお寺の中ということになりますね。入り口から奥まで 3km ちょっとなので、徒歩だと歩けなくはないけど結構遠いぐらいの距離になりますね。左に見えてくるのが中門、その奥に壇上伽藍があります。高野山の始まりの地ですね。さらに見えてくるのが宿坊の増福院になります。こちらは宿泊することができます。
高野山内には宿坊がたくさんあるんですけど、宿坊によって朝に度胸の時間があったり、食事が精進料理を楽しめたりと特徴がいろいろあります。高野山には数えきれないぐらい来てるんですけど、宿泊はしたことがないんですよね。一度泊まってみたいと思いつつ、いつでも来れるから後回しになっちゃってるんですよね。左に見えてくるのが金剛峯寺の本坊になります。金剛峯寺のイメージとしてこちらの正面をよく使われますよね。こちらの正面は写真で見たことがある人も多いと思います。歴史の資料集とかでもよく出てきますよね。門の前の紅葉が綺麗だったんで、ちょっと寄り道して写真だけ撮らせていただくことにしました。本坊には万竜亭というつがいの竜を表したとても広々とした素晴らしい石庭があります。以前は紅葉の時期になると夜間観覧で夜に門が開かれていて、それがとても良かったんですよね。ライトアップされた万竜亭を眺めながらお茶をいただいて、ゆっくりとお坊さんの説法を聞かせていただきました。ちなみに万竜亭の中にある奥殿は高野山にお参りされる賓客のための貴賓室になっています。天皇陛下をはじめ皇族の方や国賓の方などが来られた際はそちらに宿泊されるそうです。いつも通り奥の院駐車場の一番奥の二輪用の駐車スペースに駐車します。というわけで早速金剛峯寺奥の院と弘法大師様の御廟にお参りしようと思います。英霊殿の前まで来たらもみじがきれいに紅葉していました。朱色の橋とのコントラストが綺麗なんですけど、やっぱり晴れてる方がもっと綺麗ですよね。雨も少し強くなってきてしまいました。折りたたみ傘を持ってくるべきでしたね。天候ばかりはどうしようもないので、おとなしくお参りして撮った映像はお蔵入りかなと思っていました。そんなことを考えながら、それでも綺麗な紅葉を眺めていました。少しだけでも晴れてくれればいいんですけどね。いつも通りまず英霊殿からお参りさせていただきます。本当はもっと手前にいろいろとお参りする場所があるんですけどね。次は参道を歩いて奥の院と弘法大師御廟に向かいます。奥の院だけでも結構歩きますよね。何回も来ているので、道中の諸々は誰かを案内するときだけ立ち寄ることにしています。あれ、普通に朝日が差してきましたね。もしかしたらこのまま晴れてくれるのかもしれません。と思ったらまた雨が降り出しました。山の天気はやっぱり読めないですね。昼間はツアー客の団体などで歩くのも苦労する参道なんですけど、早朝だととても快適に歩けます。心を落ち着かせるために来てるのに、昼間は賑やかすぎるので、基本的に早朝にお参りするようにしています。こちらの右手はお焚き上げや御朱印、お守りなどを授けていただける場所になっています。こちらの御廟橋から奥は聖域となっています。撮影は止めて脱帽してお参りをしようと思います。お参りをしてきました。やはり奥の院、特に御廟周辺は周りと空気が全然違う気がしますね。一社仏閣に興味のある方はぜひぜひ一度高野山にお参りをしてみてください。お参りを終えると雲の間から青空が見えて、しっかり朝日が差してきましたね。英霊殿の前に戻ると朝日に照らされたもみじが色鮮やかに輝いていました。そうそう、これが見たかったんですよ。朝日を跳ね受けてもみじが一段と鮮やかに輝いていますね。やっぱり紅葉は太陽の光が差すとさらに美しくなりますよね。
今年も素晴らしい紅葉を見ることができました。金剛無事の山林部の皆さんに感謝ですね。自然が生み出したグラデーションが本当に美しいですよね。紅葉を見れて満足したので、そのまま山を降りてしまおうかとも思ったんですけどね。やっぱりウェット路面だとちょっと走り足りない感じがしますね。もしかしたら上の方は路面が乾いているかもという期待をして、足を伸ばして竜神スカイラインを走ろうと思います。と思ったんですけど、普通濡れてますね。さっき雨降ってましたもんね。雨の道もそれはそれで楽しいので、のんびりごま段山まで登ろうと思います。友人はどうしてもペースが上がっちゃいますね。と言っても滑るほどはスピード出してませんけど、道幅を広めに使って横方向のグリップをなるべく使わないように直線的なラインで走っています。雨で落ち葉も多いのにライダーさんも結構走ってましたね。譲っていただいてありがとうございます。この喫茶つり姫さんの前後の区間は本当に落ち葉が多いです。割と危険な区間ですね。ひどい時は道路が埋め尽くされてます。その後もセミウェット路面が続いて完全燃焼のまま駒田山パーキングに到着しました。売店が空いてたので適当に朝ごはんをゲットしようと思います。実はゴマ山パーキングにはライブカメラがあるので、走る前に路面状況を確認することができます。売店でシフォンケーキと缶コーヒーを買いました。走るときはこれぐらいがちょうどいいですね。もしお店で朝食を食べたいという方がいたら、奥の院前の駐車場の横にライダーズカフェがあります。停車場というカフェですので、ご興味がある方は調べてみてください。ゴマ山まで朝駆けしに来て帰りに寄るのにちょうどいいんですよね。ところどころドライの区間が出てきましたけど、これで飛ばすと日陰が濡れてたりするので怖いんですよね。でも気持ち的にはだいぶ楽しくなってきました。山側のカーブは比較的安心して走れますね。往路で見たアジサイ園の駐車場の紅葉が綺麗でしたので立ち寄ってみようと思います。この展望台も見晴らしが良くていいんですよね。友人に初めて来る方はぜひ寄ってみてください。樹木の種類は分からなかったんですけど、とても鮮やかな灰色が綺麗でした。帰りの峠道は観光バスのペースカーがずっと前にいたので割愛しまして、あともう一つ寄り道しようと思います。高野山名物焼き餅の上岸屋さん、実は店内にもイートインスペースがあって食べることができるんですよね。手前の交差点にある矢立茶屋さんが開いてなかったので、今日はこちらに来ることにしました。県道3705はずっと拡張工事が続いてますね。工事が終わった区間はとても走りやすいです。信号待ちが4分弱あって、さすがにエンジンを止めたんで待ってる間に撮影をしてみました。フルーツラインはもう完全にドライですね。やっぱり昼から登るぐらいが路面状況が良さそうです。雨上がりは空気が澄んでいて、景色の彩度が一段上がっているような感じがしますよね。青空がとても綺麗です。動画で見ていると三峯山脈に雲の影が落ちているせいなのか、夏の景色のように見えてしまいました。とても爽やかですよね。さて、この動画はそろそろおしまいになります。ご視聴いただきまして本当にありがとうございました。もしよろしければぜひぜひ高評価とチャンネル登録をお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。
pretend. Let's do it again, do it again. It's worse when you're not here. Let's turn